ございます。今日は本当に久しぶりの動画投稿になるんですけど、最後多分動画上げてたの、友達ウィンターワンダーランド行ったぶりですかね。12月とかだったんで、あれからいろいろあって、先月ですね、ちょっと結構大きい問題があって、タイトルにも書いてると思うんですけど、詐欺、そうですね、詐欺の類みたいなのにあって、で今ちょっとトラブルになってて、で結論から言うと、自分今1300ポンドかな、1300ポンドぐらい人に、ある人に犯罪者に取られてて、でそのことをちょっと今日あげれたらなと思って動画にしてます。1月ぐらいですね、1月の最初ぐらいに前住んでた家の大家さんに契約が切れるから、契約っていうか僕1ヶ月ごとに自動更新みたいな感じでずっと住んでたんですけど、大家さんにもうちょっと契約も特に切れてるから自動更新今までしてきたけど今回はもう出てってもらわないと困りますみたいな感じでなって、それを1ヶ月前に言われたんですね。だから1月の末に出ないといけなかったんですよ。イギリスって1ヶ月前にお知らせするのが法律で定められてて、でそれで1ヶ月前になって、で自分1ヶ月間家を探す期間があったんですけど、で最初の2週間ぐらいちょっとコロナで死んでて、だから2週間実質探す時があったんですね。で結構焦って探してて、仕事始めたばっかりだったんで、そんな大金をボーンって払えるのも無理だったんで、安いところで近場で探そう、とりあえずなんか引っ越しできるところ探そうと思ってで探してたんですね。イギリスのロンドンか、特にロンドンなんですけど、ロンドン今すごい家賃高くなってて、コロナで今まで人がいなかった分みんな家賃高くしようとしてて、国境が空いてるんで結構ヨーロッパの人からいろんな国の人が来て部屋も少なくなっていって、結構今部屋探すの大変なんですけど、その部屋探しの時にちょうど当たってしまって、探してて安いとこ見つけたんですね。で前住んでたのとホワイトチャペルって言うんですけど、ホワイトチャペルから10分ぐらい歩いて10分ぐらいのところに部屋が見つかったんですね。いつもはスペアルームっていうアプリで見てたんですけど、スペアルームもちょっと契約期間が例えば12ヶ月とか1年ぐらいとかすごい長かったりとか、デポジットがめちゃくちゃ高かったりとかで、これはちょっとやってきないなみたいなのが多かったんですけど、ちょうどミックス B でも探しててパッと出てきて、これ近いしいいやと思って、とりあえずビューイング部屋を見せてもらおうと思って24人ビューイング行ったんですけど、部屋見せてもらって、オーナーさんインド人っぽい感じの人で、俺はロンドンで育ったみたいな言ってるんですけど、こいつと一緒に部屋見せてもらってて、で大きい部屋と小さい部屋2つあったんですね。片方が650ポンド、でかい方が650ポンドで、結構いいなと思ったんですよ。本当に駅近かつ部屋広いしで、もし払うってなったら650ポンドと、あと最初のデポジットさらに1ヶ月分650ポンドで、全部で1300ポンドですって言われて、分かりました。でもう一部屋ありますよって言われて、で横の部屋見に行ったんですよ。でそっちが500ポンドぐらいですかね。500かもうちょっと安かったか忘れたんですけど、500ポンドぐらいって言われて、安いですねみたいな。でもすごい狭くて、結局自分の昔住んでた部屋と同じぐらいの狭さかつ暗さだったんで、プラスのお金払ってこの部屋に移動するんだったらちょっとだけでも大きい部屋住んでと思ったんですね。でいやこっちの部屋はないですねって言って、とりあえずまた後日連絡しますって言って、でその日は解散したんですね。で1月27ですかね、26の夜に部屋に決めましたって言って、650ポンドの部屋、大きい方の部屋にしますって送ったら、じゃあ前金っていうかキーデポジットみたいな感じで先に300ポンドくれる。それはデポジット650ポンドなんですけど、そのうちの300ポンドでいいからって言われて、現金でくれるかって言われて、ちゃんとしたエージェント通してない人だったら割と現金の好む人が多くて、1300ポンドのうち300ポンド現金でくれと言われたんですね。大丈夫ですよってことで、そういう怪しい人っているんで、全然ある程度自分で対策しとけばいいかなと思って、でいろいろその記録とか結構残しておいたんですけど、最初の方から怪しいなと思ってたんで、1300ポンド渡す時とかに普通に表せないというか、はい300ポンドねって感じなんですけど、人の少ないとか言ったりとかするんで、怪しいなと思ってたんです。イギリスの法律で確か録音したらダメなんですよね。許可なしに録音したら犯罪なんですけど、ちょっと怪しすぎたんで、もう向こうも最初から契約書作らないとか、契約書作らないなと思ったんで、とりあえずレシートだけくださいって言って、で300ポンドを録音しながらレシートくださいって言っても後で渡すみたいな感じで、結局的に全部のレシートくれなかったんですよ、あいつ。で300ポンド払って、次残りの1000ポンド、とりあえず今大きい部屋に住んでる人が1月の28日に出るから、1月28日の5時ぐらいに来てくれって言われたんですね。で1月28日のまず午前に1回、午前中、お昼ぐらいに1回残りの1000ポンドを支払いにその家に行ったんですね。ちなみにその家ってのは大家さん別居なんで、そこに3人住んでて、そこに僕が追加で入るってことだったんですけど、大きい部屋に住んでる方と入れ替わりでってなってたんですけど、そのお昼ぐらいに行ったらまだ部屋にいる人がちょっと片付けの準備かかってるから、夕方ぐらいにちょっと荷物とかは持ってきてくれって言われて、分かりましたってなって、
で残り1000ポンドを僕銀行で1000ポンド下ろそうとしたんですけど、上限額みたいなのがあって400ポンドしか現金で下ろせなかったんです。とりあえず600ポンドは銀行で送金で送って、400ポンドはまた現金で払いました。まあその時も記録とか取っておいて、怪しかったんでなんか起こりそうだなと思ったので、まあ記録としていろいろ取っといたんですけど、それで5時ぐらいでいいんですかって言ったら、5時ぐらいに来てくれ、荷物持ってきてくれみたいな言われて、分かりましたって言って、で5時ぐらいに僕5時半ぐらいかな、確か5時半ぐらいだったと思うんですけど、ちょっと荷物持って、10分ぐらいなんですけど、ちょっと重いじゃないですか、2年分とかの荷物入ってたんで、思いながら行って、でまたビルの方に行ったらその大家がいて、とりあえず入っていって、じゃあなんか部屋入るのかなと思ったら、とりあえず小さい方の部屋、ちょっとそこに荷物置いてくれって言われたんですよ。わかりましたっつって荷物をパッて置いて、もしかしたら前の人が片付け時間かかってるんかなと思ったら、なんか急に前の人がなんか出てかないとか言い出して、どういうことですかみたいな聞くじゃないですか。で今日出てく予定だったんだけど、なんか出てかないって言い出したんだよって言われて、じゃあ空いてないってことですかって。僕今の住んでる家もう今日で最後なんですけど、そんなんやばいじゃないですかみたいな、なんでそんなことやったんですかみたいなで聞いたら、なんか別に契約はしすぎてるから追い出してもいいんだけどって言われて、いやまず追い出すも何も、なんでいるんですかみたいな、なんでいるっていうか住んでる人が悪いっていうよりかは、なんでそれをさっきこっちに伝えてこなかったんですかって言って、僕さっき1300ポンド払いましたけど、全部これ小さい方の部屋のために払ってるわけなんですかみたいな、なんでそういう手違いを起こしたんですかって聞いて、いやなんか想定外だったみたいな言い出して、こいつはやばいと思って、まず最初は僕はどこにじゃあ住もうと思ったんですよ。今住んでる家が今日で契約切れる、お金もそんなに予算ないからパッて移動できない、明日から住むとこないみたいななって、どうしようと思って、お前どうすんのみたいな聞いたんですね。そしたらなんかその人追い出してもいいけどなんかどうしようもないみたいな、いやお前が悪いんやろってなんか、そしたらなんか向こうがその人が出ていくまで2週間ぐらいこの小さい部屋に住んでくれないかって言われて、いやおかしいなと思って、嫌だなと思ったんですね普通に。でそしたらなんか、いやじゃあ200ポンドぐらいかな、200ポンドぐらいでなんか済ましてあげるみたいな、2週間だけとりあえず、今住んでる人が今日出てくって言ってた人が2週間後に出てくかって言われたら、そんな確証もないし、大家がまた嘘ついてるなと思ったんで、いや断りますって言ったら、じゃあ2週間じゃあここタダで住んでいいって言い出して、その小さい方の部屋に、だったらなんか別にいいだろうみたいな言い出して、確かにタダだったら2週間ぐらいだったら耐えるなと思ったんですけど、ちょっと怪しいなと思ったんで、とりあえず考えたいんでお金返してくださいみたいな。どのみち他のとこに行くにも、例えばホテルとか借りるとか、エアビーとか借りるとかそういうことをするにしろ、とりあえず全部返してくださいって言って、お昼間払ったやつとか昨日払ったやつ全部とりあえず返してくださいって、1300ポンドと見合ったものがないんだったら返さないといけないですよねって言ったら、いやなんかもう全部ないとか言い出して、なんか他の人に渡したとか言い出して、なんか下水かな、がん工事みたいな人とかにも現金で払ったし、なんか俺はなんかグループでやってるからそいつらのグループのやつに渡してしまったとか言い出して、じゃあない、いややばくないですかみたいな。だからデポジットとかって払うじゃないですか。で払ったら絶対置いとかないといけないんですよ。じゃないとデポジットの意味がないんで、デポジットを他の用途に使うとか絶対したら親はダメで、その時点で結構な犯罪を、なんかいくつかの犯罪を犯してるんですけど、やばいなと思って、とりあえずじゃあお前仲間のとこ行って取ってこいって言って、その時で6時7時ぐらいだったんですけど、今から行ってこいっつって、行って帰ってこいって、現金持って帰ってこいって言って、いやなんか2時間ぐらいはかかるって言い出して、いやとりあえず行って帰ってこいっつって、でその時は行かしたんですよ。でも怒り心頭というか、その時は結構やばいと思ってて、とりあえずその日仕方ないからとりあえず前の住んでた家に戻って、で考えてどうしようみたいな。結論から言うと、その家で結局1週間ぐらい伸ばしたんですね、期間を。前住んでた家で契約をちょっとお金払って伸ばしてもらってで住んでたんですけど、そっからなんか夜になって、なんかお金返せなかった、なんか取り返せなかった、今日は無理だみたいな、遅いからもう無理だとか言い出しない、いや遅いってどういうことみたいな、お前の責任でお前が金取っといてなんでそんな勝手なこと言うのみたいになって、とりあえずダディから金持ってこいっつって、ちょっとそこ譲ったつもりだったんですね。ないものを言っても仕方ないんで、とりあえずじゃあ明日持ってこいっつって、分かったみたいに言って、明日になって電話したらなんかいろいろちょっと手こずっててみたいな、とりあえずなんとかするから、そういう電話が 3,4 回続いたんですかね。まずなんで持ってないのがおかしいし、とりあえず金返せって言ったら、毎回そいつが言うんがなんとかするって言うんですね。
1300ポンドをあなたに返します、必ずこの日に返しますとかじゃなくて、なんとかするみたいな。なんか最終的にその人ロンドンの近くなんですけど、その隣のエセックスっていうところに住んでるんですね。そこに行くのに大体その時は電車で40分ぐらいかかるんですけど、そこに取りに来てくれないかみたいな。お金とかなんとかするから取りに来てくれみたいな。電話とかメッセージあったんですよ。いや待てよと、お前まず自分の店やねんからお前が持ってこいやみたいになって、しかも1300ポンドじゃあ取りに行ったらあるんみたいな聞いたら、いやなんとかするみたいなと、いや金はあるみたいな、いやなんとかするから来てくれみたいなずっと言うんですよ。じゃあ1300ないんあるみたいな、どっちなんだよ、なんとかするみたいな、会話が通じないっていうか、そういうのが大体2週間ぐらい続いたんですかね。である時に、いやお前もこれ全部警察とか法的処置でやるでみたいな言ったら、どうぞどうぞみたいな、逆ギレし始めて、どうでもいいよみたいな、楽しみにしてくわみたいな言われて、ちょっとこいつやばいなと思って、本当に。でその時からもう僕警察にもレポート送って、弁護士の人にも相談して、市役所みたいなのがやってるなんか住宅相談とかお金のトラブルとかそういう結構多いんで、そういうのが市役所みたいなのがやってるのがあるんですよ。でそこにもちょっといろいろ問い合わせて対応してもらうみたいな感じで、今そういう状況ですね。だから今結構もうだいぶ進んでて、一番進んでるのは市役所での対応の方ですね。まず1300ポンド返してもらうために市役所の方で結構いろいろ対応してもらってて、それで進めていこうかなっていうのをメインでやってて、本当はやっぱり弁護士使って法廷持ってったら早いんだと思うんですけど、最初にお金かかるんですよ。弁護士でお話しするのもお金かかりますし、法廷でやるっていうのもやっぱり結構時間とお金がかかって大変だなってなって、で弁護士っていうか会社の、今自分が働かせてもらってる会社の弁護士の人が、それだったらもう市役所とかの方を使った方がいいってなって手伝ってもらってるんですけど、警察なんですけど、あいつらちょっと本当にもうポンコツすぎて、電話するじゃないですか、警察の方に。なんかこういったことがあってみたいな言ったら、それはなんか詐欺のなんかサイトがあるんで、詐欺のことを報告するサイトがあって、そっちの方に連絡してくださいみたいな言われて、連絡するんですけど、多分1ヶ月ぐらい経つんですけど、一切音沙汰なくて、多分なんかいろんな人から聞いたら結構何回もその送った方がいいよっていうのはおすすめしてもらったんですけど、正直警察使ったらお金返ってくる確証がないっていうか、あの人だって結局先捕まえるじゃないですか。だからお金返ってくるの遅くなったりとかするんで、それだったらお金返してもらってから通報して逮捕してもらおうかなっていう感じで今対応してて、幸運にもその自分が引っ越す予定だったその問題のあるフラット、そこ日本人の方のフラットなんですけど、ミックスビール行けたんで一人と仲良くしてもらって、でその人たちも結構割とトラブルってるみたいなんで、今協力してっていうか、一人とにいろいろ情報とか聞いて、で何回もなんかエセックスいて遠いから俺はロンドン行ってなんかそういう対応するの無理だとか言ってるくせに、フラットの方行って家賃とか取り立てたりとかしてるんですよ。だから実際お金あるし会える時間もあるんですけど、本当にやばいなこいつと思って、多分ミックスビー上がってるのって大体そのワーホリの方とか学生の方が使うんで、結局いずれか帰ってしまうパターンがあって、でだからそういう被害に遭っても結局どこにも通報できずに帰ってしまったりとか、面倒くさくなったりとか、お金は捉えたまま対応できずに終わってしまうっていうパターンが多いと思うんですけど、自分ここにもう多分しばらくいると思うんで、それだったらちょっとことんまでやって、結構僕怒ってて、怒ってて何が起こってるっていうのはなんていうんですか、舐められてる感じがすごいするんですよ。なんか訴えるぞっつってなんかどうぞどうぞみたいな感じですし、ちょっと舐めてる感じがするんで、本当にあいつを野放しにしとくと本当にそういう被害が広がると思うんで、割とガチキャリアとかなんか数学の先生してるとか言ってるんですけど、本当か分かんないですけど、でも仕事も全部なくすまで追い詰めてやろうかなみたいな感じで今は頑張ってます。頑張ってるといろいろ手続きとかしてやってます。最初はめんどくさいなと思ってたんですよ。なんかいろいろも考えないといけないしと思ったんですけど、暇があれば対応できる問題みたいな感じで今は捉えてて、割といいんですけど、よくはないですけど割と良くなってるというか、1300ポンドがなくなった時点、捉えた時点で自分家もなくなって、で本当にいろんな人とかに頼って、いろんな人のとこ住まわしてもらえたりとか、荷物を貸してもらったりとか、本当にいろいろ助けてもらって、このやられた分全部追い詰めたろうって感じです。てかイギリスって結構そのキャッシュレスなんで、携帯で普通にお金送金できるんですよ。だからそれが主流なんですけど、なんか俺の銀行のアプリ動かないんだみたいな言い出して、だから送金できないとか言い出して、だからなんか全部現金でやり取りしようとしてるんですけど、それのせいでなんか余計めんどくさいというか、でも現金でやったところで全部証拠とか残ってるんで、とりあえず追い詰めてやろうかなって感じです。だからまたそのお金返ってきたらそうなんですけど、そいつがねちょっといろいろ裁かれたりとか、裁かれまではいかないと思うんですけど、ちょっと警察に厄介になったりとか、そういう状況、進展があればまたここで載せて
喋ろうかなって思ってるんですけど、そんな感じですかね。とりあえずとりあえずめんどくさかったですね、本当に。でここからちょっと家の話になるんですけど、やっぱり安い物件ってなったら結構問題あるし、てかロンドンどこでも絶対完璧な家とか見たことないんで、正直言うと絶対どっか水漏れしてるとか、家賃めちゃくちゃ高いとか、ヒーターぶっ壊れてるとか、シャワー出ないとか、セキュリティめちゃくちゃ悪いとか、本当に問題だらけですし、問題の物件がさらに高くなってるんで結構むちゃくちゃなんですね。そんな中でやっぱり大家とかも悪い大家とかいたりして、全部がそうじゃないですよ。やっぱりお金払ってちゃんとしたエージェント使っていいとこ選んだら、お金はかかるけど、やっぱりいい家住めるというか、お金持ちの学生の子とかはやっぱり仲介とか使っていいとこ住んでるとかあるんですけど、やっぱ自分で探すってなったらやっぱり本当に安くなってしまって、安くなる分、悪いところ住んでたりとか、あと新社会人がそのエージェント、でかいエージェント使ってるとか正直厳しいと思うんですけど、いろんな人は言うんですよ、やっぱり。いやちゃんとしたエージェント使えよみたいな言ってくるんですけど、いや普通に考えてそんなお金あるわけないっていうか、貯めてたら別ですけど、お金をそうやって緊急事態に貯めておくっていうのはめっちゃ大事だなとは、実感したっすね。あとは大家を倒そうみたいな、やっつけてしまおうっていう意気込みですかね。だからまた何かアップデートがあれば共有させてもらおうかなって思ってます。でビックスビーなんですけど、結構やばい物件多くて詐欺も増えてるみたいなんで、本当に気をつけてやった方がいいと思います。ミックスビーじゃなきゃだけじゃないですけど、スペアルームとかいろいろあるんですけど、割と詐欺物件が増えてる気がしてるんで、ちゃんと契約書みたいなの出してもらって 100% 安心できるなっていう状態でやらないとめんどくさいことになるかもしれないです。だからちょっと高くてもエージェント使うのがおすすめかもしれないです。今日はこんなところですかね。また何かロンドン面白いところ紹介できたらいいかなって思ってるんで、また見たいこととかあればコメントとかいいねよかったらお願いします。では。